皆さんこんにちは、みさとです。 JR 和歌山線の大和二見駅にいます。今回はこの駅から分岐していた貨物線の廃線跡を歩きます。その廃線跡とは川端貨物線です。大和二見駅から 1.5km ほど伸びて吉野川のほとりに近い場所まで行くと終点の川端駅があったそうです。この前からの動画でも言っていますが、この線も近鉄吉野線や御神線のように吉野から切り出される木材の輸送を担うために作られました。しかし輸送事情は年々変わってゆき、川端貨物線も国鉄末期の1982年に廃止されました。そんな廃線跡ですが、和歌山行きの車中から見るとどことなくこの辺りかなと見てました。この矢印と矢印の間の建物がなくぽっかり空いている空間、これがこの先左へカーブしていく川端貨物線の跡です。では実際の川端貨物線が分岐していた場所ですが、向こうは五条方向で大和深見駅に向かってくるときに和歌山線はカーブしていくのが分かります。貨物線はこの空き地の方向に分かれていった模様です。空き地の先を見ると大和二見駅駅前の駐輪場が見えてきます。その駐車場は駅前のこの場所になります。まっすぐ伸びた線路跡なので和歌山線よりも本線のようにも見えますね。そしてこの先が貨物線の川端駅方面に向かっていきます。それでは駅前から廃線跡に沿って歩いていきましょう。左のアスファルト舗装をしてないあたりが廃線跡ですね。大和二見の駅前広場にある観光地図、前回の動画の御神線の高架を見るだけなら実はこの駅からの方が近かったりします。大和二見の駅前を離れていきます。駅前の道向かいに整備された遊歩道があります。ちょうど単線の線路分ぐらいの敷地です。廃線跡が遊歩道になっているのですね。遊歩道で遊んでいる子たちにテレビと間違われました。遊歩道が終わるあたりで国道24号線と交差します。貨物線があった頃、この踏切には遮断機や警報機がなかったそう。いくら運転本数の少ない線といっても2桁国道に第4種踏切は危ない気がしますね。国道を渡ってさらに歩きます。道幅がやたら広いのは廃線跡を使って道路を拡張したためでしょうか。左側にホームセンターを望みながら歩きます。しばらく道なりに歩くと、本当にここが廃線跡かと自信がなくなりました。自動車なら問題ない下り坂ですが、蒸気機関車は登れなさそうな急勾配になっています。カーブの曲がり方からここで間違いなさそうなので、とりあえずこの道を歩いて行きます。このカーブ地図とも合うし、この道で間違いないよねと思っていたら、何やらレンガ積みのものを見つけました。レンガ積みの正体は廃線跡の橋脚でした。先ほどの急な下り坂から見渡してみると、以前はここに土を盛った川端線の築堤があったのだろうと想像しました。築堤を削り取ってしまったから、いきなり急な坂に見えてしまったのですね。これこそ鉄道遺跡だなって思ってしまいます。てっぺんに手ぬくいが残っているのは見えました。川端線の築堤はここからさらに降りていきます。築堤の終わりはこんな感じ。周辺には木材の工場がありました。
築堤の終端からさらに歩きました。この辺りから川端駅の構内のようです。矢印の場所が現在地になります。この付近は野瀬川村の銅鉱山から索道で運び出した鉱石を積み込んだ引き込み線があったようです。この真ん中奥には貨物ヤード、右側には吉野川の砂利を積み込む線があった模様。今の地図で重ね合わせるとこうなります。ここから大きく左カーブしていく木材の積み込み線があった方向に行ってみましょう。右に見えてきた木造の建物、結構古そうですね。その建物の下を見るとコンクリートの段差があります。この道路は最近舗装されたばかりのようですし、歩道ではないようです。この斜めになったコンクリートの端はホームのスロープに見える気がしますが、いかがでしょうか。犬釘とか枕木とかレールが残ったりしていないか、足元を確認しながら歩いている様子です。木材を積み込む貨物船はなくなっても、現地は製材所の仕事をされているようですね。矢印のところが現在地ですが、木材の積み込み線があった辺りは舗装されてしまって痕跡は見当たりませんでした。舗装されていない部分も見てみましたが、レールなど痕跡は見当たりませんでした。中に入って草をかき分けたら見つかるのかもしれませんが、そろそろ夕方になってきたので二見の駅に戻ります。今回の川端貨物船は大和二見駅近くの自転車置き場や遊歩道に名残が残っていて、途中の築堤やレンガ積みの橋台などは鉄道遺産にしてもいい雰囲気の物件でした。しかし終点の貨物駅付近では道路などの区画のみに痕跡があるといった感じで、さすがに廃止後40年経つと周辺の変化が激しくなりますね。帰りにレンガ積み橋台と坂の高低差を見てみました。これぐらいなら蒸気機関車でも登れる勾配なのでしょう。今回も最後まで見ていただき誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。